今日は兄の藤島康と兄の交際相手である白川美香子のご両親に結婚の挨拶をするため、生前母によく連れてきてもらっていたすき焼き店に来ていた。冗談じゃない。高卒なんかにうちの敷居はまたがせないぞ。そういうが早いか、美香子さんの父親、白川拓郎は兄に生卵を投げつけた。美香子さんはそんな父親を止めるでもなく、呆れたようにため息をつく。確かにパパの言う通りね。旦那様が私よりも学歴が低かったら恥ずかしいわ。結婚しない。無理。俺は怒り心頭で思わず立ち上がって父親の胸ぐらをつかみそうになったが、兄が制止した。帰るぞ。これ以上何を話しても無駄だ。お前も同じ土俵に上がるんじゃない。顔の汚れを拭くと、兄は冷たい声でそう言って、俺の袖を引っ張った。俺はぐっと拳を収める。結局その日はそのまま帰宅し、婚約も正式に破談となった。美香子のこと全然分かってなかったんだな、俺。女性を見る目ないのかもな。兄は冗談めかしたように言っていたが、明らかに落ち込んでいる。俺は白川家の人たちを許せず、何か復讐したいと考えていた。それから1週間後、俺のもとに思わぬ連絡が入った。美香子さんの父親の会社からシステムの点検に来てほしいと言われたのだ。俺の仕事はシステムエンジニアだ。この会社では、俺が制作したシステムを使用しているのである。白川の会社が俺の作ったシステムを使っているなんて知らなかった。これだ。その時俺は兄をあんな目に遭わせた彼らに復讐する手立てを思いついた。俺は藤島健、25歳。小さい頃から IT に興味を持っており、夢だったシステムエンジニアとして現在働いている。俺がこうして夢を叶えられたのは、7つ上の兄、藤島康のおかげであった。俺と兄は母子家庭で育った。貧しい暮らしではあったが、母の愛情を受けて、俺たちはすくすく育った。しかし母が過労から体を壊し、俺が中学生の時に亡くなってしまった。大好きな母の突然の死に、俺はひどく気落ちした。そして、これからの生活に漠然とした不安を抱いた。心配するな、タケル。俺が何とかしてやるから。俺と同じく落ち込んでいるはずなのに、兄はにっこり笑い、俺の頭を力強く撫でた。その後成績優秀だった兄は、奨学金で大学に通っていたが、母の死をきっかけに中退。地元の企業に就職した。兄は奨学金を返す傍ら、俺の面倒を見てくれた。俺、高校出たら就職するよ。ある時高校生になった俺は、兄の助けになりたいと、そんなことを口にした。すると兄は少し怒ったように言ってきた。何言ってんだ。穏やかな兄が声を荒げたことに、俺は驚いた。お前にはシステムエンジニアになるっていう夢があるだろ。生活のことは俺に任せて、やすしはやりたいこと思いっきりやれ。でも、兄ちゃんにこれ以上迷惑かけたくないよ。しょんぼりする俺に、兄は優しく語りかけてくる。迷惑なんて思ってないよ。タケルが夢を叶えてくれることが、今の俺にとって何よりの原動力だ。ありがとう、兄ちゃん。おう。俺は兄の経済的な助けもあり、専門学校に通って手に職をつけることができた。俺がシステムエンジニアになれたとき、兄は泣いて喜んでくれた。よかったな、グス。本当によかったな。
兄ちゃんが俺のこと信じて応援してくれたおかげだよ。これからは俺が兄ちゃん楽させてやるからな。ふ、生意気言いやがって。そうして俺たちは病気の時も仕事が大変な時も兄弟二人で助け合って生きてきた。それから数年後、たける、ちょっと話したいことがあるんだ。ん？何、兄ちゃん。兄の真剣な顔に俺は自然と居住まいを正した。家族が増えるんだ。突然そう聞かされた俺は目を丸くした。え、どういうこと？俺の質問に兄は頬をかきながらはにかんだ。結婚しようと思っているんだ。え、後日兄は交際相手である白川美香子さんに会わせてくれた。彼女は婚約者の美香子。美香子、こっちが弟のたけるだ。はじめまして、よろしくね。はじめまして。彼女は兄より4歳年下の28歳で、大手の会社の社長令嬢らしい。近寄りがたいほどの美人で、顔立ちの整った兄と並ぶと、まさにお似合いだった。彼女とは近くの駅で初めて出会ったんだ。具合が悪そうにしていたのを助けたことがあって、その後たびたび同じ駅で会って、よく話すようになったんだ。へえ、そうだったんだ。そうだったかしら。おいおい、なんだよ。冗談よ。美香子さんは無口で少しツンとした印象だったが、兄のことはとても気に入っているらしく、微笑む姿はとても可愛らしかった。結婚したら美香子と二人暮らししたいな。まあ、ちょっとくらいはいいかもね。美香子さんの回答に俺は少し違和感を覚えたが、これまでにないほど嬉しそうな兄を見て、俺は心から二人を祝福した。兄ちゃん、美香子さん、結婚おめでとう。おいおい、まだ結婚してないぞ。口ではそう言いながらも、兄は笑っていた。ああ、そういえば来週、私の両親大丈夫だって。唐突に美香子さんはそう言う。そうなのか。兄は納得したようにうなずいているが、俺は何のことかさっぱりわからない。たける、実は美香子のご両親に挨拶しようと考えているんだ。お前のこともぜひ紹介したいんだけど、来週開けられるか？兄の問いに俺は間髪入れず答えた。もちろんだよ。ありがとう。兄の大切な日に参加しないなんてことはありえない。俺は楽しみにその日を待った。そして美香子さんの両親を招いて結婚のご挨拶をすることになった。場所は母が元気だった頃に年に一度の贅沢で連れて行ってもらったすき焼き店だ。俺も兄も一張羅のスーツに身を包んでバリッと決めている。いよいよだね。なんでお前が緊張してるんだよ。だって俺が何かまずいことしちゃったら、兄ちゃんが向こうの両親から嫌われちゃうだろ。大丈夫だよ、普段のお前で。ほら、リラックス。兄のおかげで緊張がほぐれてきた俺は、やはり兄はすごい人だと思った。兄ちゃんには幸せになってほしいな。母が生きていた時も、母が亡くなってからも、ずっと兄は父親代わりとして家庭を支えてきた。大学を中退しても、毎日仕事が大変でも、泣き言を俺には一切言わなかった。今まで苦労の連続であっただろう兄が、好きな人と結婚して家庭を築いていける。俺は嬉しくて仕方がなかった。やがて美香子さんとご両親がやってきた。両親は身なりがよく、いかにもといった立派な風情だった。さすが大手企業の社長夫婦だ。美香子、こっちだよ。あ、やすしさん。兄が手を挙げて、笑顔で美香子さんを呼ぶ。彼女がそれに応えて、
両親とそばにやってきた。しかし俺たちを見るなり、父親の白川拓郎は苦虫を噛みつぶしたような顔になった。はじめまして、本日はご足労いただきありがとうございます。兄にそう言われて席に着くよう促されると、しぶしぶといった様子で白川夫婦は座った。改めまして、美香子さんとお付き合いさせていただいております、白川康と言います。彼は弟の健です。白川健です。よろしくお願いします。俺たちがそれぞれ挨拶をしても、拓郎さんはむすっとして厳しい表情を崩さなかった。はあ、こっちが父の拓郎で、こっちが私の母よ。前にも言ったけど、父は社長をしているの。見かねた美香子さんが気だるげに両親を紹介する。兄は自分や俺のことを知ってもらおうといろいろ話したが、拓郎さんは一言も喋らなかった。私は今、地元の会社に就職してまして。何？勤めている会社を聞くと、拓郎さんはやっと口を開いた。ますます眉間にしわを寄せている。あんたは有名大学出身だというが、どうしてそんな三流の会社に入ったのかね。失礼な物言いに俺はムッとしたが、兄は淡々と返答する。確かに私は大学には行きましたが、家庭の都合で中退して勤めに出たんです。19歳の時から今の会社にお世話になっています。ふざけるな。すると拓郎さんが烈火のごとく怒り出した。それじゃあ高卒じゃないか。母親もヒステリックに叫び出す。美香子さん、これはどういうことなの？白川夫妻の怒りぶりに、俺と兄は固まった。高卒ってだけでここまで怒るなんて。俺には夫妻の言動を全く理解できなかった。兄の事情を分かってくれているだろう美香子さんの言葉を静かに待つ。高卒っていうのは私も気になってたけど、でも彼入り婿に来てくれるのよ。父さんの会社を継いでもらえばいいじゃない。彼頭いいし、将来有望でしょ？あけらかんと言い放たれた美香子さんの言葉に、俺たちは驚いた。そんな話は全く聞いてないからだ。俺は美香子さんと初めて会った時の会話を思い出した。結婚したら美香子と二人暮らししたいな。まあ、ちょっとくらいはいいかもね。あの時の返答が曖昧だったのは、兄に入り婿として白川家に来てもらおうとしていたからだと気づく。口を挟むより先に、拓郎さんがさらに叫ぶ。冗談じゃない。高卒なんかにうちの敷居はまたがせないぞ。そういうが早いか、兄に生卵を投げつけた。兄ちゃん。大丈夫だ。大丈夫。言い聞かせるような兄の物言いに、俺は拓郎さんを睨みつけた。何するんですか？よせ、健。言い返そうとしたが、兄に止められ、俺は引き下がった。一方、母親と美香子さんは、そんな父親を止めるでもなく、呆れたようにため息をつく。美香子、こんなのと本当に結婚するつもりか？彼女は腕と足を組み、品定めするように兄を見る。確かにパパの言う通りね。旦那様が私よりも学歴が低かったら恥ずかしいわ。結婚しない。無理。俺は怒り心頭で思わず立ち上がって父親の胸ぐらをつかみそうになったが、兄が制止した。帰るぞ。これ以上何を話しても無駄だ。お前も同じ土俵に上がるんじゃない。顔の汚れを拭くと、兄は冷たい声でそう言って、俺の袖を引っ張った。俺はぐっと拳を収める。結局その日はそのまま帰宅し、婚約も正式に破談となった。美香子のこと全然分かってなかったんだな、俺。
女性を見る目ないのかもな。兄は冗談めかしたように言っていたが、明らかに落ち込んでいる。俺は白川家の人たちを許せず、何か復讐したいと考えていた。それから1週間後、俺のもとに思わぬ連絡が入った。美香子さんの父親の会社からシステムの点検に来てほしいと言われたのだ。俺の仕事はシステムエンジニアだ。この会社では俺が制作したシステムを使用しているのである。白川の会社が俺の作ったシステムを使っているなんて知らなかった。これだ。その時、俺は兄をあんな目に遭わせた彼らに復讐する手立てを思いついた。早速俺は会社を訪ねる。システム点検に参りました藤島と申します。受付に声をかけると中に通される。俺が点検したところ、システムはウイルスに侵され、そのまま放置されていたことが分かった。このままでは他の顧客のもとにも被害が及ぶ。俺は迷わずシステムをすべて消去した。会社の役員と思われる人たちの困惑した声や叫び声が聞こえる。すると扉がバンと開き、社長である拓郎さんが大きな足音を立てて俺のもとに駆け寄ってきた。貴様、一体何をしたんだ。システムをすべて消去しました。ウイルスに感染していましたので、これしか方法がありませんでした。詰め寄ってくる拓郎さんに、俺は冷静に状況を説明する。消去するしかないなんてそんなバカな話があるか。わざわざ契約してシステムを導入してやったのに、こんな初めて顔を見るようなポンコツを点検に起こすなんて何を考えてんだ。クレーム入れてやる。初めて顔を見るね。拓郎さんはどうやら俺のことを覚えていないようだ。内心呆れながら俺は状況の説明を続ける。このウイルスはこの会社だけでなく、弊社の顧客全員に被害が及ぶ可能性が大きかったんです。一刻も早く対応する必要がありました。このままじゃ使い物にならない。早くシステムを作り直せ。お断りします。拓郎さんは俺から飛び出した言葉にあっけに取られてポカンとしている。あなたの会社とは本日限りで取引を打ち切らせてもらいます。ご利用ありがとうございました。俺は彼にきっぱりと宣言した。テキパキと片付けをして帰るために会社のエントランスへ向かう。おい待て、逃げるのか。こんなことが許されるはずがないだろう。私を誰だと思ってるんだ。拓郎さんは俺の後ろをついてきながら激高していたが、俺は一切聞く耳を持たなかった。エントランスに到着し、俺は拓郎さんに向き直る。ウイルスに感染したまま放置し、顧客を危険にさらすような企業とは取引できません。そんなのお前のとこが作ったシステムのせいだろ。お前らが。それにと、俺は拓郎さんの声を遮り続ける。それにあなたが兄を高卒だからという理由で、花から相手にしなかったのと同じで、僕もいい加減な仕事をする人たちを相手にする気はないんです。そう言い放つと、拓郎さんははっと目を見開いた。お前、あの高卒の弟。では失礼します。俺は拓郎さんの言葉を最後まで聞かず、会社を後にした。その結果、美香子さんの父親の会社は仕事が立ち行かなくなり、倒産してしまった。ずっと家事手伝いしかしてこなかった美香子さんは、就職先を探しているそうだが、高飛車な態度が邪魔をしてうまくいかないらしい。俺が子供の頃からの憧れのシステムエンジニアになれたのは、兄がずっと縁の下の力持ちとして支えてくれたからだ。偶然の出来事とはいえ、美香子さんの父親の会社のシステムがウイルスに感染したことに関しては、因果応報とはこのことかとしみじみ考えさせられた。
一方兄は職場で新しい出会いがあり、交際を始めた。どこか近寄りがたかった美香子さんとは打って変わり、素朴で優しい女性だった。温厚で穏やかな兄とは気が合うらしく、俺のことも実の弟のように可愛がってくれる人だ。彼女のご両親のもとへご挨拶に行くと、手作りの料理で温かくもてなしてくれて、俺も兄もこの人なら素敵な家庭が築けると確信した。あの婚約の席での騒ぎの時、早まった真似をしなくてよかったと思った。もし怒りに任せて暴力を振るっていたら、兄の顔にも泥を塗っていただろう。社長に冷静に反論できたのは、俺の中では真面目な兄ならこう言うだろうと思ったからだ。これまでにない兄の幸せそうな笑顔を見て、兄の幸せに一役変えたことを嬉しく思う俺なのだった。